はい、どうもこんにちは。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録してくれている方にも重ねてお礼申し上げます。ありがとうございます。励みになります。さあ、早速ですが、今回はこちら、クリーンエアフィルター、これを交換していきたいと思います。通常1年もしくは1万キロ交換が推奨されておりますが、私のプラドは納車後10ヶ月3300キロしか走っておりません。この状態でどれほどフィルターが汚れているか、なぜ1年1万キロ交換が推奨されているのか、これを交換ついでに見ていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。と思ったら汚い。さあ、気を取り直して交換していきましょう。この作業にあたっては工具は何も必要ありませんので、フィルターのみ用意してください。さあ、助手席側から、確認して、このようなダンパーが見えてまいります。これが素手で簡単に外れますので、爪を押して外していきます。硬くてもペンチなどでつままないでください。簡単に、これプラスチックなので簡単にひしゃげてしまいますので、外すコツは、自分側の爪を親指でしっかり押して、人差し指でダンパーを手前に引く感じになります。次にグローブボックス上の部分の、引っかかっている部分を外していきます。これは左右両方止まっているので、両サイドもちろん外してください。撮影しながらですので片手で、左側から外しております。次に右側を外すと左側が元に戻ってドリフのコントみたいになってしまいました。片手でやるメリットは何もないので、皆さんは両手でグローブボックスの側面をぐっと軽く押しながら手前に引くと外れます。さあ、これでフィルターが収まっている部分が見えてまいりました。こちらの蓋をまず外していきます。ちなみにプラドに限らず、この辺はおおむねどの車も似たようなものかなと思います。違ったらすみません。さあ、両側をつまみながら蓋を外します。するとこのようにフィルターが収まっております。標準でついているフィルターはおそらくデンソーさんのものかなと思いますが、どうでしょうか。さあ、引き出して、どんな汚れか見ていきましょう。やっぱり10ヶ月なんで見た感じは綺麗なんですが、折り目の中はどんな感じなのか見ていきましょう。何やら黒いつぶつぶが、こんな感じで部屋の中に虫の死骸がたくさんありました。正直10ヶ月で3000キロちょっとしか乗っていないので全然汚れていないだろうなと思っていたのですが、別の部屋にも虫の死骸がパラパラありました。この辺は皆さんの運転環境次第で変わってくるんだろうなと思います。例えば都市部にお住まいの方でしたら排気ガスとか、空気が若干汚いかもしれませんので、フィルターの汚れも早いかもしれませんね。逆に地方の例えば山奥にお住まいの方だったりしたら、虫がいっぱいついてるかもしれません。さあ、新しいフィルターと入っていたフィルターを少し比較していきます。やっぱりフィルター自体はパッと見綺麗でも中にこうやって虫やホコリがたくさん詰まっている場合もありますので、やはり1年1万キロ交換はやっぱり正しいのかなと個人的には思います。あと今の時期に交換しておいた方がいい理由としては、春の花粉、黄砂、夏の梅雨の湿気、そして湿気からのカビ、これを考えると秋が交換タイミングかなと思います。それでは2つの山の数を数えて比較してみたいと思います。新しく購入したデンソーさんの方は23山ありました。で、もともと入っていたこちらも確認してみたいと思います。デンソーさんはもうワンランク上のフィルターがあるので、そちらの方はもっと多いのかもしれません。
というかそれがこのフィルターなのかもしれません。もともと入っていたフィルターは31山ありました。山が多いと単純にフィルターとしての機能が優れていると思っていいと思います。さあ、それではフィルターを入れていきます。アップと書いている向きがあるので、そこだけ注意して上下反対にしないように、それだけですね。もう差し込むだけです。あとは偽物が出回っているようなので、個人的にはフリマとかオークションでの購入は控えた方がいいと思います。さあ、あとは蓋を閉めてグローブボックスも元に戻していきます。簡単な作業ですが、これをディーラーで頼むと、4、5千ぐらい取られるのかな。それぐらいはすると思いますので、できるだけ自分でやった方がいいと思います。さあ、グローブボックスの下の部分4点をこの車体側の4点の穴にはめ込んでいきます。ちなみにですが、このフィルターの購入金額が1800円ほどでしたので、だいぶ頼むより安いと思いますので、できるだけ自分でやりましょう。さあ、下4点をはめると、次は上の引っかかりをはめていきます。で、引っかかりをはめると、このダンパーをかけて終わりですと思ったんですが、ちゃんとはまっていなくて、もう一回やり直しました。この最初の下4点はめるところがなかなか見づらいので、ちょっとコツがいるかもしれませんが、ここをはめるとあとは簡単です。下がはまるとそーっとそのまま押していきましょう。すると引っかかりに勝手にこんな感じではまってくれますので、これでガタつきがないか一度確認してみてください。最後にこのダンパーをかけてあげて完了です。ちゃんと取り付けができてるとこんな感じでゆっくり降りてくれますので、他のメーカーさんのは買ったことがないのでわからないんですが、デンゾーさんはこのステッカーが入っております。なのでステッカーに交換する時期か交換した日付ですね、それを書いて貼っておくと、次の交換が忘れないかと思います。で、グローブボックスの中に貼ってしまうと開けた時に見えて少し不細工なので、僕は外側に貼ります。さあ、これで終わりなんですが、10ヶ月程度でもこれほど虫が死んでいますので、皆さんもぜひ一度確認してみてください。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画はプラドの寒冷地仕様に標準装備されているウインドシールドデアイサーという機能があります。実はこの機能、寒冷地仕様でなくても使用することができますので、僕がこのプラドの眠っている力を引き出してやろうと思います。それではまた次回の動画よろしくお願いいたします。バイバイ。